イヤホーみんな息してる。息しかしてない時までです。今日は2025年に手放してよかったもの、こと5選紹介していきたいと思います。いつもね、毎年ベストバイをやってるんですけど、なんか今年もいいかなって思って、買い物チャレンジみたいなもので、ほぼ紹介したのと買ったものをね、であと、僕が持ってるものが今もう62個しかないんで、だから今持ってるものは、大体、だから残ってるやつが全てベストバイっていうか、なんかそんな感じですね。だからもうちょっと今回はそのベストバイをやらずに、あえてね、今回手放したもの、今年手放したものを紹介することによって、それによって自分が何を本当に欲してるのかみたいな本質が見えてくるんじゃないかなと思って、手放してよかったものを紹介していきたいと思います。早速ですけど、一つ目はマイクですね。はい。手話のマイクを4月か5月ぐらいに、4月だったかな。入れました。で、結構僕、ポッドキャストもね、やってたりとか、あと結構 YouTube で、ラジオ、週に1回、今年はずっと継続してきてやってきました。で、そのね、ちょっと音声をレベルアップしようかなと思って、マイクを入れたんですけど、割とね、大きくて、割と重い、重さも 450g ぐらいあって、で、それで、しばらく使っていたんですけど、1ヶ月ぐらいね、テストで試してやってきたんですけど、ただその重さと大きさみたいなところで、この今ワンバッグで暮らしているので、持ち運びがどうしてもね、難しくなってくると。で、かつ、今使っている、オンマイクがあるんですけど、カメラオンマイクが。で、この音声でも割とね、十分な音が取れるってことが、特に室内の音に関しては、分かったので、それで1ヶ月ぐらい判断して手放すことにしました。つまり、重複が起きていたってことはあるんですよね。やっぱりマイクが2つってことになると、用途がたとえ違えど、同じマイクというカテゴリーの中で、2つ重複するものを持つことになるので、それで手放しました。で、結果的に良かったですね。もう今もマイク1つだけでやってるんですけど、これを配信の時も使うし、ラジオの時も使うし、で、こういう風な普通の収録の時も使うと。それで十分事足りています。だからマイクは手放して良かったなと思うアイテムの一つですね。で、もちろんクオリティも高くて、製品自体はすごい良かったんですけど、あとリセールのですね、バリューも結構落ちなかったですね。やっぱり普通によく使われているような、ポッドキャストで使われているようなマイクですので、割と買った時に近い価格で売ることができたので、結構良かったかなと思います。二つ目は、掛け布団です。はい。掛け布団。これをね、ついに今年手放しましたね。7月、夏前ぐらいだったと思うんですけど、いわゆるコンフォーターっていうか、普通の掛け布団を使ってました。レギュラーサイズ、シングル、セミダブルかなぐらいの大きなサイズのものを持ってて、で、夜はやっぱり結構冬とか冷えるんでね、それでずっとね、ここに来てからは、このホワイトボックスに来てからは、2年ぐらいそれで寝てたんですけど、私がそれを手放すことができたのは、キルトを入れたからです。はい。エンライテンドエクイプメントっていう、メーカーの、いわゆるそのキャンプ、ハイキングとか、登山で使う、テント泊の時に使うシュラフ、寝袋ですね。で、寝袋の、ジッパーが全開になるタイプのキルトタイプっていうものがあって、で、それをね、入れました。で、重さが 500g、600g 近くあるんですけど、で、そのような寝袋の部類ではちょっとミドルウェイトっていうか、中間ぐらいのウェイトで、ウルトラライトの文脈で考えると少し重めの重量にはなるんですけど、それでもやっぱり掛け布団っていうものはもっと重くて、おそらく1キロ以上、2キロ近くあるでしょう、あれは。で、大きさとかさばりと。で、まず持ち運ぶことができないっていうね。で、キルトにしたことで、このバックパックに入れて自分の、布団っていうか、スリーピングシステムを完全に持ち運びができるようになりました。これ当たり前ですよね。ハイキングギアなので、基本的に山の上で使うことを想定されているアイテムなので、これで簡単に持ち運ぶことができると。で、それを家でも使っていると。で、これ最初はやっぱり、寒いかなと思ったんですよね。やっぱりどうしても薄くて軽いものだし、寒くなるんじゃないかって思ったんですよ。でもよくよく考えてみれば、やっぱり外で寝るわけで、山の中では。だから外で寝られているということは、寝れるということは、東京の室内の冬とか結構余裕だっていうことですね。やっぱりこれから多分もっと寒くはなってくると思うんですけど、それでもマイナスにはいかないでしょう、室内は。行ったとしてもマイナス1度とかぐらいだと思うんですよね、雪が降ってる時でも。で、そのキルトはマイナス4度とかマイナス6度くらいまでは、コンフォートゾーンで、寝られるような仕様ですので、十分なんですよね。で、今ね、もう全然車ってもいなくて、だから普通にキルトタイプでバッと広げて、それをかけて寝てるんですけど、もうね、快適ですね。むちゃくちゃ軽くてあったかい。で、しかも、
そのエンライテンドのは、結構ね、幅があって、普通のね、シングルサイズを割とカバーできるぐらいのサイズ感なんですよ。なので、上も下もですね、足も全然はみ出ないし、で、当然横も普通の掛け布団のような感じで寝られるので、もうこれでね、全然いいなと思いましたね。で、まあ価格的にはもちろんね、キャンプ道具というか山道具なので、ちょっとします。で、それはまあ普通に掛け布団買った方が価格的には安いでしょう。ただまあそのエクストリームミニマリズムのスタイルを追求するにあたって、まあ山と街で同じ道具を使う。山の道具を街でも使う。街の道具を山でも使うという僕が目指しているところに最もなんかそのフィットするというか、それをやったことによって本当にその心地いいね、道具の使い方ができているなと思って、ますますね、その毎日使っているので、オフシーズン、冬場のオフシーズンなんかも毎日活躍していて、なんかすごくね、いい道具の使い方をしているなと満足感が高まっています。それが2つ目。で、3つ目は、ハブですね。はい。これはアンカーのハブです。USB ハブというものを結構長らく使ってました。で、これを手放すことができたのは MacBook を新調したからですね。で、これもまあ紹介してるんですけど、10月ぐらいに MacBook を新調しています。で、それまでは僕使っていたのは結構古いモデルで、もう4年ぐらい前の、4、5年ぐらい前のモデルだったんですけど、USB-C のジャックが2つしかありませんでした。で、1つが電源を兼ねるので、1つ電源で取られてしまうと、もう1個しかなくなるんですね。で、これまあ MacBook Pro だったのに、まあこの時期の MacBook Pro だから相当評判が悪いんですけど、拡張性が全くなくて。で、新たに入れたものはもう最初から3つついています。はい。3つついてるので、例えばテザリングしながらカメラつないでマイクつないで、そのままライブ配信みたいなことができたりとか、あとはもう撮影の仕事なんかでもテザリングしながらですね、他の機器をつないで、ストレージでダブルバックアップを取ったりとか、そういうことができるようになったので、ものすごく快適ですね。やっぱりまあハブっていうものは便利なんですけども、そもそもの役割として、やっぱこう拡張性みたいなところがあるので、その接点が増える分、不安定さがちょっと上がります。やっぱりそれによってちょっと接続のトラブルが起きたりとか、外のディスクが認識できなかったりとか、そういうものが起こったりして、それがこう作業の妨げになったりするので、やっぱりそのビルトイン型というか、まあ一体型の MacBook で何もハブを使わないみたいなのは、すごくミニマリズムで自分の心地いい使い方につながっていると思います。で、これはよく考えてみれば、延長コードを使わない生き方にもつながると思っていて、結構近いものがあるなと思いますね。で、僕この部屋の中に延長コード一つも持ってないんですけど、だからもう直でね、で、家電系はもう全部直で、コンセントに直差しするっていうことをやってるんですけど、まあそれに近いような感じ。延長コードがあるとやっぱそれによってこうもつれたりとか、そこに埃が溜まって火災の原因になったりとか、まあいろいろやっぱその、つなぐものっていうものは結構ない方がやっぱりミニマルでスッキリして、運用もシンプルになる。で、メンテナンスとか管理の手間もかからなくなるっていうところで、で、USB-C のハブをね、MacBook を新調したおかげで手放すことができて、今年はすごい良かったなと思います。はい。4つ目は、まあ4つ目からちょっとことになるんですけど、ものじゃなくて、4つ目は仕事です。はい。仕事を手放しました。はい。で、仕事というのは僕の中ではそのクライアントワークですね。で、まあこれまでまあフリーランスとしてずっと個人事業主登録して、もう5年ぐらい経つんですけど、ずっとやってきたんですけど、それでもやっぱりまあ個人事業主であっても、自分がメインのクライアントというかな、結構まあ太い契約をしているクライアントみたいなところがあって、で、そこでまあずっとこう働かせてもらうみたいなことをやってたんですけど、そのクライアントワークをですね、一つ大きなところを手放しています。それがまあ夏前ぐらいですね、6月ぐらいに、それを手放しました。で、フリーランスで働いてる方はわかると思うんですけど、やっぱりその太い大きなクライアントっていうのは、それだけね、収入の割合とか、もらえるギャラの比率も大きくなりますけど、でもやっぱりそれに取られる工数とか時間がものすごくその分かかることになります。だから僕も結構その1週間の中でそこに取られる時間がすごく多かったんですけど、それを手放したことによって本当に楽になりましたね。で、基本的にはそのフリーランスでクライアントワークを手放すってことは、もうその企業と仕事をしないってことになるので、いわゆるもうファイヤー状態というかサイドファイヤーに近いような状態になります。で、自分の創作とかクリエイティブ、自分が作ってるプロダクトとか開発で自分で事業を回していくって感じ。だからまあ完全にまあビジネスオーナーっていう形で、今年から本格的にやり始めたわけですけど、ものすごく快適ですね。で、やっぱりそれによって仕事を手放すことによって結構いろんな不安とかもあったりして、もちろん収入っていうのは一気にガクッと、まあそこ大きかったんで減ったんですけど、今はですね、もう完全に回復して、むしろそのクライアントワークをしてた時よりも収入が3倍から4倍ぐらいになってます。はい。もう一気に回復して、
逆にね、やっぱその自分のワークとか自分のプロダクトに集中できるようになると、自分の個人の収益がぐっと上がるんですよね。だからやっぱりそこを手放す、いかにその勇気を持って手放せるかってとこだと思うんですけど、それを実行できた年っていう意味では、かなり自分の中ではこの2025年っていうのは大きな変化の年になりました。で、クライアントワークを手放して、もうほぼサイドファイヤー状態に僕はなってるんですけど、でもちろんその株からの配当収益とか、株の収益とかもありながら含めて自分の事業でやってるんで、ほぼリタイア状態ではあるんですけど、でもここからが僕のスタートだと思ってますね。はい。ここからがやっぱりもう自分がやりたいことを本当に追求できる時間だなと思っていて、で、それでその結果もあって今年は本を一冊出すこともできて、で、かつね、最近、11月に入ってから、音楽ですね。はい。新曲も出してます。で、その曲作りやって本書いて、だからなんかそういう自分が本当にやりたかったことにフォーカスできているので、本当にその仕事を手放してよかったなと思ってますね。で、またちょっと音楽の熱がやっぱりこう盛り上がってきているので、来年もですね、ちょっとますます、制作活動とか、作曲活動とか、実際にプレイしたりとか、そういうところをやっていきたいなと思っています。最後5つ目は、SNS です。はい、これもね、何度かこのチャンネルで話しています。で、4月ぐらいに僕X とか、そういうリンクトゥリーとか、リンクトインとか、いろいろね、SNS たくさんやってたんですけど、そういうものをほとんど手放して、で、残したのはインスタグラムだけです。で、この YouTube もSNS に含めるのであれば、SNS なんで、YouTube とインスタグラムっていう、その2つですね、だけにしましたね。で、それまでは普通にいろんなFacebook とか Twitter とかスレッズとか使っていたんですけど、やっぱりそれを手放したことによって本当に集中力がまず高まりましたね。圧倒的に。で、自分がやりたいことに集中できる時間、そして集中力を手に入れることができました。やっぱりその手放すとそういうのがはっきり分かって、自分がどれだけそれに時間とか集中力を持っていかれていたかっていう、それをね、改めて自覚しましたね。だから4月以降は本当にそのスクリーンタイムとかも減って、で、自然とか山に入る時間だったりとか散歩する時間が増えて、逆にどんどん健康になっていくっていうね、そういうなんかいいループに入っていって、で、ディープワークのルーティンを朝確立するっていうところまで持っていくことができたと。だからそこが、なんかこれまでもそのヨガとかやってたりとか、あとハイキングとかランニングで、なんかそのデジタルデトックス的な時間は自分の中で作れていたんだって思っていたんですよ。思っていたんですけど、でもやっぱりそれでもこう自分がアカウントを持っている、で、プラットフォームを持っている、そこをなんかやってるってことが、何かこう無意識の中でずっとね、その重荷になっていたというか、なんかこうどうしても見てしまったりとか、それについて考えてしまったりとか、ここで、X でこういう発言をしたいなとか、なんか上げたいなとか、なんかその投稿したいなみたいなところが、やっぱり何かこう裏でね、ずっとそのバックグラウンドタスクとして自分の脳内のメモリを食っていたんだなって、それを感じましたね、改めてね。だからSNS がもっと早く手放せばよかったかなとは思うんですけど、でもこれは発信してる人とか創作活動とかクリエイティブやってる人は、やっぱりその SNS によって自分の認知が広がったりとか、仕事が広がっていくっていうこともあるので、だから僕はこの10年間ぐらい、過去10年、20年ぐらい、ずっとその SNS にコミットしてきたことは、悪いことではなかったなと思うんですよ。だから20代の頃からね、もうずっと発信してきてるんで、その Twitter とか、もう Facebook とかずっとやってたわけですけど、それによってやっぱり自分が個展をした時にその個展の宣伝ができて、個展に来てもらったりとか、なんかそういう新しい写真集を発表した時に、それをこうそこで販売することができたりとか、その SNS によってなんかその絡むね、人たちも増えたりして、やっぱその同じ領域の人とか、プロフェッショナル、もっと自分よりも経験がある人の意見とかをね、聞けたりとか、DM でやり取りさせてもらったりとか、ちょっとコラボっぽい感じで、なんかね、やらせてもらったりとか、そういう機会がものすごく増えたんで、だから SNS が一概に悪いということは僕は、正直そこは言えないですね。なぜならやっぱりこう自分が発信で食っているってところがあるからです。だから、でもやっぱりそれを20代の最初の頃に集中させておいて、ようやくもう40手前になって切るみたいな、なんかこのタイミングが、だから今年であったことが、結構それが自分にとって大きな意味を持つんじゃないかなと今考えています。やっぱりこう、20代の頃って、体力もあるし、エネルギーもあるし、判断力とか、そのなんか認知の力みたいなものも多分ね、あると思うんですよね。こう体力があるから、若いから。で、睡眠が少なくてもやっていけるし、だからそのいろんなそのアテンションに関しても、だからたくさんのプラットフォームだったりとか SNS をやってても、それをね、使いこなせる能力とか時間があるんですよ。だから、
僕はそれできていたのかなって思うんですよね。でももしかしたらその20代の頃にもっと自分が使うプラットフォームとか SNS を絞って集中することができたら、何かがもっと伸ばせたっていうことはもちろんあるかもしれません。でもやっぱりその若いからこそそういう風なマルチな感じでいろんなところでやれてたなと思うんですけど、それをやっぱり自分のね、体力の衰えとともに、やっぱ30代、40代になって衰えていくとともに減らして、で、自分が本当に好きなものとか必要なものだけに集中していくと。で、その一つが僕にとっては YouTube だと。で、あとはもう自分のプラットフォームで全部やっていく。なんかそういう風な、大きな枠組みができたので、なんか今年ね、その SNS を改めて整理できたのは、本当に今後の活動をする上でも、良かったかなと思っています。はい、そういうわけで2025年、手放して良かったもの5つ紹介してきました。マイク、掛け布団、ハブ、仕事、そして SNS っていうね、その5つを手放してきて、今年はね、結構自分の中でもいろいろ買ったんですけど、やっぱり物の総数もそんなに増やすことはなく、手放すものを手放して、ちゃんと自分のやりたいことを追求できた年になったかなと思います。よろしければ皆さんの今年手放して良かったものあればコメントでぜひ教えてください。で、私が行っているミニマリズムの実践や、少ないものでクリエイティブ、何かを作っていく実践は週1回のレターで共有してますので、ぜひ概要欄から登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。